皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日はこのトップシータービーを鉢増ししていこうと思います。実はこれ去年の3月に一度植え替えをしているんですが、やっぱり植え替えした時よりも一回り大きくなっているので、寄せ植えを解体して空いた鉢に植え替えていこうと思います。鉢増し作業をしていくんですけど、去年の3月に比べるとこのトップシータービーの色がだいぶ変化しています。春に少し大きい日を上げているので、そのせいかもしれませんね。これから少しずつまた可愛く紅葉してきてくれるといいんですが、鉢底石には日向の軽石の小粒を使用しているので、先にこの軽石を落としておきます。前回の植え替えからすでに1年半以上が経過しているので、根もしっかり張っていますが、この根っこは傷んでいるところもあるので、下半分の根を崩して取り除いておくことにします。ついでに枯れ葉も取ってお掃除しておきます。ちなみにこのトップシータービーはなんちゃって群生ではありません。しっかり根元でみんなつながっています。他にもいくつか株を持っているんですが、群生になったのはこの子のみ。たまたまホームセンターで見かけて立派な苗だったのでうちにお迎えしたんですが、春にお迎えして変化が出てきたのは夏頃から、少しずつ成長点が分かれてきた感じで、だんだん多頭になり、気がつけばこんなに群生になっていたんです。この群生も一時は解体しようかどうか悩んだ時期もありましたが、このまま群生で育ててよかったなって今では思っています。先ほど春に置き肥をしましたと言っていましたが、置き肥をした肥料が今出てきました。ちなみにこの置き肥はグリーン育ちを使っています。9月に胴切りと葉ざしでまた増やしていたピーチプリデにも使っています。だいたい大きくしたいなって思っている多肉の下には置くようにしているんですが、特に黒胞子やカンテは肥料が好きなので多めにあげています。そして駆除剤のスターガードも忘れずにフリフリしておきました。来年の春にはまたオルトランに戻す予定ですが、それまでは今までと同じこのスターガードを使っていきます。多肉の植え替えをしているとどうしても下葉がポロポロと落ちてしまうので、この落ちた下葉は捨てずに葉ざしに使います。そしてこの植え替え作業をしていると、顔の周りにブンブン蚊が飛んできて一箇所蚊に刺されてしまいました。夕方涼しくなると一気に蚊が出てきて、こんな風に蚊との戦いになってしまいます。この日は麦わら帽子をかぶっていたので、ネット付きの帽子にすればよかったと後からとっても後悔しました。前回このトップシータービーを植え替えした時には、同じ鉢に根っこをほぐしてそのまま植え替えしただけでここまで大きく育ってくれたので、今回鉢増ししてどこまで大きく育ってくれるのか今からとっても楽しみです。最後に札をつけて植え替えの鉢増し作業が完成です。そして先ほど植え替え途中に取れてしまった葉を使い、このポットに葉ざししておきます。トップシータービーは意外と葉ざしできるので、取れた葉は捨てずに葉ざしに挑戦してみてくださいね。
多肉棚の隣同士に置いてあるアメージンググレースですが、こんなに色が違うんです。同じ多肉には見えませんよね。昼間の暖かさに加え朝晩の寒暖の差に多肉たちも少しずつ色づき始めています。コロラータも可愛いピンク色になってきました。そしてちょっと気になっていたので、少し前にはざしっこちゃんを鉢上げしたアメージンググレースとマディバの様子を見ていこうと思います。マディバはね、残念ながら群れでダメになってしまった子がいたんですが、アメージンググレースはみんな元気です。そしてこの日もとっても暑くって、オーニングの下でも気温は30度もありました。外はまだまだ暑いんですけど、解体した多肉たちの鉢がたくさんあるので、またこの発泡スチロールのセダムを使って寄せ植えしていこうと思います。今日使うセダムはこのスノープリンセス。穂先がコロンと丸くなってとっても可愛くなっています。本当は裏庭でのびのびになっているセダムたちを仕立て直しして冬越しに備えておきたいんですけど、なかなか裏庭のセダムたちのお世話ができていないんですよね。スノープリンセス、これぐらいで足りるかな。今回は寄せ植えを解体した多肉たちを使って寄せ植えしていくんですが、先に植えてあるのは白ボタンです。その周りにさっき摘んできたスノープリンセスを植えていきます。ちなみに今植えているこの鉢は石膏で作ったものになります。石膏で作るといっても型を取っただけなんですけどね。このいびつな形に味があってお気に入りの鉢になっています。もともとこの鉢には大きな白ボタンをメインにして寄せ植えしていたんですけどね。今年の夏は本当に暑くって寄せ植えもすっかすかになってしまい、泣く泣く解体したんです。今回はその解体した寄せ植えの中から小さな白ボタンを選び寄せ植えしています。白ボタンは色が白いので、より白ボタンが際立つように周りには緑のスノープリンセスを植えることにしました。そして最後にこの黄色い細葉黄金万年草を使うことで寄せ植えの印象もぐっと可愛くなるんです。この細葉黄金万年草を白ボタンと白ボタンの間に隙間がなくなるように植え込んでいきます。はい、これで寄せ植えの完成です。こんな感じに仕上がりました。はい、ということで今日の動画はこの群生のトップシータービーを鉢増ししていきました。そして取れてしまった葉は違うポットに葉ざししています。そしてもう一つ、石膏で作ったお気に入りの鉢に白ボタンとセダムを寄せ植えしていきました。いかがだったでしょうか。秋の多肉ごとはまだまだ続きます。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。